今回の動画は日本で第4番目のグレーディングサービス、カード鑑定会社がプレリリースするよっていう動画になるんですけれど、一体どこかと言いますと、GEMIX-TCG さんですね。これは X の GEMIX さんのページになるんですけれど、旧 Twitter ですね。引用させていただくと、GEMIX、読み方合ってるかな？ジェムミントのジェムにミックスだからジェミックスって読むんだと思うんだけれど、違ってたらごめんなさい。プロの目でトレーニングカードを鑑定、グレーディングを行い、堅牢なオリジナルケースで皆様の大切なカードを保護します。こちらでは最新情報をお届けいたしますということで、公式 X の方で告知がされていくってことですね。2024年3月頃サービス開始予定ということで、ウェブサイト公開まで今しばらくお待ちくださいとなっているんですけれど、プレオープンの日時のご案内っていうのがね、ポストされました。この度、ジェミックスのサービス立ち上げに向け温かいご支援いただき誠にありがとうございます。一部のサービスの受付を2024年3月31日正午12時ですね。お昼の12時より開始いたしますということで、それに伴い公式サイトが当日に公開予定なんですね。現時点ではね、アクセスできない。現時点っていうのは2024年の3月31日なんですけれど、深夜1時12分になっています。ので、あと11時間後ぐらいにね、正午にね、アクセスできるようになるそうです。現段階ではググってみても公式サイトはヒットしませんでしたので、公式のね、ポストの方にも解説したよアクセスできるよっていう告知はないのでね、正午頃になるとね、アクセスできるようになってるんだろうなとは思いますけれど、プレオープンの期間中はポケモンカードゲーム、ポケカですね、のみ提出することができます。キャプション言語っていうのはホルダーの言語表記、ラベルのところのね、言語が日本語のみの指定っていうことですね。今後、英語とか指定できるようになるのかもしれませんけれど、プレオープン中に関しては日本語のみを選択できるってことですね。そしてさらに制限があって、ポケモンカードであっても旧裏及び日本語以外のカードは対象外ということで、日本語の現行のポケカだったら提出できるっていうことですね。なお、お申し込みはお一人様10枚までっていうことで、10枚制限です。プレオープンは10枚まで出すことができて、期間中にお申し込みいただいた場合はね、何か特典あるのかな？今後ともジェミックスをよろしくお願いいたします。上限枚数に達し次第、受付を停止させていただきますのでご了承くださいということですね。鑑定ページは準備ができ次第のご案内となります。ということで、ここに映ってるのはね、ワンピースカードポケか、遊戯王 OCG ですね。なので、今後ね、ポケカだけじゃなくて、ワンピースカードと遊戯王 OCG は鑑定できるようになるんじゃないかっていう感じですね。その GEMIX-TCG さんの特徴はですね、ホルダーの特徴が、こちらにね、2024年1月19日に公開されてるんですけれど、UV カット、紫外線カット率が 99.6%、新品の状態ですかね。新品の状態のホルダーで 99.6% カットできるんじゃないかっていう投稿がされています。なので UV カット率高めっていう感じですね。効果持続時間については表記されてないので何ヶ月何年持つのかっていうのは気になるところではありますけどね。あとキャプションがね、レギュラーサイズだったらレギュラーサイズ。遊戯王みたいにスモールサイズだったらスモールサイズの幅に合わせたキャプションの長さになってるみたいですね。そして点数は裏側っぽいですね。ARS 鑑定に通ずる部分がありますね。そしてセンタリング比についてです。2023年12月4日時点の予定ではですね、ツールによって6対4以上上下左右ですね。上下左右のセンタリング比っていうのがですね、ポケカでいうところのこの枠の部分とかイラストの部分ね、歪んでないかとか、そして枠が上下左右シンメトリー、左右対称になってるかっ
っていう感じですね。枠じゃなくてイラスト自体がと思ってくれてもいいです。全体的にちょっと斜めで印刷されることもあると思うので、そういうのがね、歪みがないかっていうのがね、ちゃんとシンメトリーで左右対称に、ここ中央ね、縦と横との中央からイラストがずれてないかっていうね、そういうのを測る中央配置っていうやつがセンタリングになります。センタリングツールっていうね、こういうものがね、販売されてたりするんですけれど、これはレギュラーサイズのセンタリングツールになってね、こうやってね、ここに書いてる数字を読み取って、上下左右読み取って、もしね、左右が6対4であれば6対4、縦が3対7であったら3対7のところを探してですね、7対3でいいかな。70対30っていう感じで。このセンタリングツールは 0.5 ミリ刻みずつの枠だったかな。スモールサイズとレギュラーサイズでセンタリングツールは異なりますので、サイズ異なるので、購入間違いにはお気をつけください。ということで、そのセンタリング比がね、6対4になるってことですね。その6対4のセンタリング比、表裏6対4なのかな ?60 対40だとしたら、他のグレーディングサービスで言うと、イギリスのエース鑑定であったりとか、韓国の BRG 鑑定であったりとか、日本で言うと、CGS 鑑定、クローブさんのクローブグレーディングサービスっていうのが6対4の比率だったと思います。CGS 鑑定はね、最初 PSA 鑑定と同等で、表6対4、そして裏がね、75対25だったんですけれど、修正されて6対4になったかな。表も裏も。そして、その PSA 鑑定は表面が60対40で、裏面が75対25っていうのが、ジェムミント10って言われる PSA 鑑定では一番上な点数になります。なので、もし GEMIX-TCG さんが裏表64であれば、PSA 鑑定よりセンタリング比については厳しいかなっていう風になってきます。採点されるところね、角であったりとか、縁であったりとか、表面ですね、裏表の表面を採点されたりするので、センタリングだけで決まるわけではありません。なので、白掛けとか、ホロ掛けとか、微細な傷とかに厳しい鑑定会社もあるし、緩めな鑑定会社もあるしっていうことで、点数についてはね、一概にセンタリング比だけでは決まらないっていうところはポイントかなと思います。もちろんね、全部厳しい BGS 鑑定みたいなところもありますけどね。センタリング比もほぼ50、50、表面と裏面とサイドと角とかも結構厳しかったりするので。例えば ARS 鑑定ではセンタリング採点がないので、センタリング限定はないんですけれど、その他の部分で厳しかったりするので、10プラスはなかなか取れなかったりはするんですけどね。ポピュレーションレポートというかね、鑑定結果の分布とか見てみてください。だいたい 20% から 50% の間ぐらいだと思います。ということで、自分に合ったグレーディングサービスを選ばれるっていうのが一番いいんですけれど、この動画ではね、一番伝えたいことは、GEMIX-TCG さんがプレリリースされるよっていうことなんだけれど、ただ、この動画投稿時点では全く口コミがないので、誰も出したことがない状態なのでね、自己責任で行うようにしてください。安全面とかね、評価基準とかっていうのは全く情報がない状態なので、自己責任の上でね、利用されるか利用されないかっていうのは検討してください。ということで、今回の動画は GEMIX-TCG さんから2024年3月31日にポケカ1人10枚までですね、日本版の現行のポケカのみになりますけれど、申し込むことができますよ。そして公式サイトはですね、当日の正午頃にアクセスできるようになるんじゃないかっていうね、ことになってますっていう動画でした。